おばさんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか？ポット苗のやつを、鉢に入れて、ミニ盆栽を作ろうというのでやったやつですね。でその時に、葉っぱが出ないのも困るので、根をちょっと切りますのでね。で、葉刈りをしてやろうという形でやった分です。これがその分ですね。3鉢やった分です。もうこれだけ葉が出てきてます。これちょっと針金を巻いてるのでちょっと遅れてます。やっぱそれだけストレスがかかってるのでちょっと遅れてますけど、順調に芽は膨らんできてるので、もうちょっとすれば葉が出てくると思うんですけど、上がりした分で、こういうふうに葉が開いてきてるというやつですね。で、前回その植え替えをやって、この鉢に入れて、どうなるかということで、今こんな状態です。で、あの時の動画ではちょっと出してなかったんですが、この2鉢がですね葉刈りをせずにやった分です。うまいこといけてるような感じはするんですけど、よく見るとですねやっぱ後の方から出てきてる、葉っぱなんかがちょっとやっぱ傷んでます。どうしても水のあれが足りないのかどうなのかちょっと分かりませんけど、同じような形で鉢に入れてるんですけど、でこれはちょっと針金かけたって言いましたですけど、これの分と同じぐらいの、若干ちょっと細めですけどのやつとこちらと同じぐらいのやつですね。で2種類やってみたんですけど、このまま落ち着いて、この状態で管理していけるとは思うんですけど、こんな形でもやっぱ若干こうやって葉が傷んでしまうことがあるということですね。要はこの時期に、無理して植え替えをすると。で安全策、出ないっていうこともありうるのでですね、それで前回ちょっと葉刈りをしてから植え替えをしてみようという形でやった分です。でこのままうまく育ってくれるか、これからまたちょっと影響が出るかは分かりませんけど、多少なりとも根を切ればそれだけ影響はあるということですね。でそういうのもちょっと知っててご自分のやるときにはどちらか選択してやられてみるのもいいかもしれないですね。もみじとかこういうやつはどんどん胴吹きもするし、枝数増やすのもそうそう難しいもんではないのでですね、思い切ってちょっと枝数を減らして芽数を減らして植え替えをするというのも一つの方法だとは思います。一応前回やってこんな風になりましたというやつです。これできるから言うて普通の大きいやつをやったら失敗することの方が確率としては高いですよ。やっぱそれだけ葉っぱがたくさんあるということは水いっぱい必要としますからね。その時に根をちゃんとさばいてるのに葉っぱはそのままっていうとやっぱどうしても、この時期それでなくても水を必要としてる時期ですからね。その時に根を切るわけですから、そこで何らかの影響が出るということは可能性としては大いにあると思います。その時のどういうふうな植え替え方をするかですね。ただしもみじとかカエデとかこういったやつは若干やっぱり薄めの鉢、浅い鉢ですね、に入れた方が見栄えはいいので、そうなった時にやっぱある程度根を処理しないと鉢に入らないので、根をある程度取ってしてあげない、特に下の方の底根の方はですね。で動画のやつでもこれなんかそうでしたけど結構太い根が出てて、あれもう物切ってますからね。だからそういった影響もあってちょっと遅れてますけど、それでもこんなやって葉刈りをした後だったら針金を巻いて負担かけてても葉は出てくるということですね。でも葉刈りをしたから絶対出るというわけではないですよ。 100% ではないですよ。やっぱ出ない枝も出てくることはあると思いますよ。ましてこういうちっこいやつですからね。ただ下手するとやっぱかなりなダメージを受ける場合もあるので、安全策を取るならサイズにもよりますけど、やっぱある程度葉刈りをするかなんかしてちょっと水を使う量を減らしてあげた方が安全とは思います。で、今日はですね今年春先に
やった分ですね、黒松の、巨大化計画と、はい、いうのをちょっと今こんな状態ですよと。で、今はそんなにまだあの時から変わってないんですよ。これからなんですね、変わるのはですね。だから、その辺も含めてちょっと、今日ご説明できればなというふうに思っております。で、今年挑戦する分はこの分ですね。これは札がついてますけど、ちょっと草が生えてますけどね、これとこれだったですね。今ちょっと名前をというかですね、三河黒松ですね。で、こちらが通常の商品盆栽で、こちらが、商品盆栽ですけど巨大化計画ということで、大きく育ててみようかなというふうに思っております。ただ器は大きくしました。ただ、先ほどのこういうやつのようにですね、この犠牲枝が取れるかどうかがちょっと疑問ですけど、ここをしっかり目切りしながらここだけスーッと伸ばすような形で、成長を早めていけるような育て方ができたらいいなというふうには思っております。はい、これをどういうふうにして、これから巨大になるかどうかっていうのをちょっと検証していく分ですね。でまずはこの巨大化計画とは別に同じ年数の同じ苗ものですね、それをこうやって、鉢に入れてる分なんですけど、これ目切りでやりますね。通常ですとこうやって出てる芽を切っていくわけなんですけど、これはもうこのサイズでやっていく分ですから、全部切ってしまいますけど、あんまり2ですから、葉が長くなってもらっても困るのでですね。こんなやって葉っぱの量を減らしてあげるというやり方ですね。これは昨年かなんかちょっとこういう説明をしたと思うんですけど、こんな風にですね。今こんな状態です。あんまり変わってないです。この新芽がバーッと伸びたというだけのことなんですけど、じゃあこれをどうやって今から大きくしていこうかなと、そのやり方の一つですね。下の方はこうやって下の方の枝、これも出てくれた方がいいので普通にこう目切りをします。で肝心なのはここですね。要は犠牲枝っていう話をしたと思うんですが、こういう横のやつは取ってしまいます。で要はこれですね、こやつを伸ばしていくんですけど、要はこれがまっすぐこれから伸びていってくれればいいんですけどね。なるべくこうまっすぐ上がるようにしてあげます。でこっちは通常の風でやりますから、これはもう全部切ります。別にその巨大化をする分ではないのでですね、こういうふうな形で作っていきますね。今ここで最初の1回目の目切りをやりましたですけど、やり方が若干ちょっと違ってきます。早くこれから太らせたい方はこういうふうに1本だけ、これが前にも説明した犠牲枝ってやつですね。こういうやつをどんどんこう伸ばしていきます。だから今年これだけ伸びてますから、来年当然ここから芽が出るわけですから、来年はまたここからこういうふうに伸びるという形ですね。でこれは1本だけずっと伸ばしていきます。でそうするとこういったやつのように、これは去年1年間でこんだけ太ったっていうやつですね。当然だからこれも
先ほどと同じように1本だけこうまっすぐ伸びる分ですね、これだけを残してあげて、えらい見えないなと思ったらダメですね。もうこういうの眼鏡かけてるかどうかも分かってない。どこ行った？まっすぐこう伸ばしてあげる分だけ取っていきます。こっちの下枝がある方も、こっちはもう目切りを普通にしますけど、もう通常と同じように目切りをしてあげます。でこの伸ばす方ですね、まっすぐ上へ伸びろよっていう。こういうふうにですね。で1本だけ残してどんどんこれを上へ伸ばしてあげます。でそうすることによって下の方が早く太るというやり方ですね。でこれがその残った一鉢、春先にも説明しましたが、去年の、春に、この鉢に入れたやつですねが、まあ同じ年数なんですけどね、同じ時にやってこれだけ差が1年でついてますけど、またこれが、どのぐらい差が出るかですね。これもだから通常のやつでしますから、普通に目切りをします。こういうふうにですね。これがまあどんだけ差がまた来年にはまたどんだけ差が出るかというのをこれからまた見ていきたいと思うんですけど、また途中で新しい芽が吹いた時にですね、またちょっと、紹介できればなと思いますが、はい、やり方全然難しくはないんですよ。こういう犠牲枝を使って下を早く太らせようというやり方なのでですね、まあ誰でもやろうと思えばできます。一回やってみられると面白いかなと思いますよ。
1年でこれだけ今年出たわけですから、来年ここからその毎年同じだけ伸びるわけじゃないですから、ね、若いうちはどんどん伸びるでしょうけど、だんだんその伸びる量は減っていきますけどね、どんどんこれだけは伸ばしてあげるんですよ。と下がどんどん太ると。こういうのは下に芽があんまりないところはあれですけど、下にこうやって芽があるところはこれからここがどんどん枝数を増やしていって、これはどんどん伸ばすと。最終的にはこれ取るんですけどね、最後このぐらいでいいかな、中ぐらいまで太ったらというか成長すればですね。じゃあ下を太らすために伸ばしていくと、そういうことです。いうことですね。これが前々回ぐらいですかね、やった分です。で、くれぐれもまだ早いですよっていうお話をして、あの時撮影していただいて配信させていただいたんですけど、それが、5月の30日ですかねに作業をやったやつです。で今日は、6月の20日、だからもう20日経ってるわけですけど、だいたいもう2週間そんくらいで芽が出始めて、今こんな状態です。大体残す言うてもですね、12ミリぐらいちょっと残るところで切ってあげてもいいんですけど、これはどうせ残ってる部分っていうのは後で枯れてなくなりますので、切って全部これ今の時期でも切ってしまいます。でこういうちっちゃい芽ですね、こういうのも取り残しのないように取ってあげるといいんですけど、この残してる今は小さいんですけど、これが意外と、秋までいくと結構長い葉になってしまったりしますので、今、もうこれで芽切り終わったんですけど、去年もちょっと説明したんですけどね、ここものすごく勢いが良かったんですね。当然どんな木植物でもですけど、上栄養分っていうのは行きがちなので、上の方が元気がいいのは当然っては当然なんですけど、で下の方がちょっと弱くなってくるっていうのはどんなやつでもあれなんですけど、それもバランスを取るっていうかですね、これだけ葉っぱがたくさんあるとやっぱそれだけ勢いも良くなりますので、ちょっと葉っぱの数を減らしていきます。こういうのもだから新芽がこう出てきてるところですね、ポチポチ。こういうのも切った切り口の脇からこう出てくるんですけどね。これを今年要は1年間これを来年までですね育ててあげるわけなんですけど、で当然この古葉っていうのが残ってますから、これはだいたい芽がしっかり固まってからなので、11月とか12月とかもう年末ぐらいで構いませんので、お正月前にきれいにしようというぐらいで構わないと思いますから、古葉をこう抜いてあげるという作業をしてもらえればいいかなと思います。前回こう芽切りをちょっと早めですよという話をして、だから逆言ったら今頃から始めるといいとは思いますけどね。6月20日、もうちょっと先でもいいんですけど、葉を短くしようと思ったらだいたい7月の10日前後、七夕さんぐらいをめどにやられると葉はかなりだいぶこう短く管理できると思います。大場さん質問です。コメントです。はい。多分スペインかどっかから。はい。肥料は何を使ってますかっていう。その木の種類にもよりますけどね。当然花を咲かせたり実をつけたりしたいんであれば、それに必要な栄養素の入ったもの、チストリン酸カリですね、よく言われるやつです。こういうのを使われるといいんですけど、今市販されてるやつでもいろんなものがありますけど、数字がこう555とか1010とかいろいろあるんですけど、前にも1回お話ししたと思うんですけど、数字が高ければいいってもんじゃないので、チストリン酸カリって、窒素っていうのは要は、葉っぱとかそういうのに効果があるやつで、窒素リン酸でリン酸になると今度は花ですね、花とか、実とかそういったものによくたくさんつけるための栄養素になります。で最後のカリっていうのは、根ですね、根っこですねに影響というか効果のあるやつなんですけど、要はその3つがバランスよく含まれたやつ
数字が低くても555とか、こういうやつを使われた方がいいかと思いますね。必ずどっか花つけたいから言うて、リンの一杯っていうのを使うと必ずそのしっぺ返しが来ますから、だから長く楽しんでしようと思えばやっぱバランスのいいのを使われるといいと思います。松系統は松の場合はですね花を咲かせたりとかそういうものではないので、松の場合には窒素系だから油かすですね、油かすの市販されてるやつもこういう玉のやつがあります、で油かすのこういう玉火置き火ですね、これはですねどこでも売ってるというとあれですけど園芸店さんなんかでもあるんですけど中にはですねもうその塊がボロンボロン崩れるっていうのがあります。これはあまりよろしくないので、もし、油かすのそういうのが心配であればお茶の葉を入れて使い捨てにする100均なんかでありますけど、ああいうやつに入れて使うというやり方でもいいですし、こういった肥料かごを使ってやるのもいいですし、いろんなタイプの肥料かごってあるんですけど、これが一番長く使えます。だいたいプラスチックの中でかぶせるタイプのやつとかはもう 2,3 年すると劣化してバリッバリになるんですよ。でもう崩れてしまったりするので、これだとソフトビニールというか柔らかいやつですけどね、これ5年経っても10年経ってもこのままなので、そうなんですか、全然傷まないので、非常に使いやすいやつですね。だからこういったのを使われるのが一番いいかなとは思います。で油かすはもうほとんど9割以上、ものにも中にいろいろ昔はコップンって言ってたんですけど、そういうのが含まれたやつも中にはありますけど、松の場合には油かすのそういう玉火で十分だと思いますので、油かすの大きい玉火が一番長くじっくり効かせるタイプなので、松とかには一番いいとは思います。松だけじゃないですね、心拍とか、もみじカエデなんかでも同じですね。要は葉っぱを見るものですから油かすの大きい玉火で十分だと思います。で最近はただですね、これ油かすは昔はうちも油かすが主流だったんですね。販売するのも油かすばっかりだったんです、皆さんですね。ところがですね、やっぱり匂いがするとか、あと虫が湧く、銀梅さんが止まるというので、特に女性奥様方とかに嫌われて、なかなか使えないという方もよくあって、最近はですねバイオゴールドだとかああいった虫の使えない匂いのないもの、こういうのを購入される方が非常に多いです。で結構お値段もするんですけど、考え方次第で、そんなにたくさんはボソッとやらないので、少量で効果は油かすなんかの大体油かすのやつ玉火効果2ヶ月なんですね。でバイオゴールドなんかも溶けてなくなるタイプなんだけど、やっぱ2ヶ月なんですよ。だからそういったのを使われる方が今非常に増えてきてます。でこういったもみじなんかの苗を作る方がいらっしゃるっていう話しましたけど、この方はですねよくこういう苗物のやつにアイビー火星を使ってらっしゃいますね。白い玉のやつです。パチンコ玉よりちょっと小さめの白い玉のやつがあるんです。アイビー火星ってですね、これをこういったのをやるときに1個ポロンと入れてやってらっしゃるようです。でアイビー火星も非常に匂いもないですし、虫も湧かないので非常にいいんですけど、よく効きますので、ただしこれは使い方間違えると化成肥料ですので、非常にやっぱ効きすぎる、そうするとちょっと逆に根を傷めたりとかいうこともありますので、もし使われる場合にはあまり大量にやらずに少量ずつでやるというふうにされるといいかと思います。じゃあ次のコメントです。これ黒松の目切りに来たコメントです。古葉のない新芽は2番目の芽が出ない可能性があるのですね。そうですね。切れば芽が出ずに枝枯れしますか？切らずにそのままにしておいたらどんどん伸びた枝になってしまいませんか？そうなんですよ。でただですね、これはやり方があって、2種類というかですね、どちらを取られるかですけどね、で、当然切らなければそのままぐんぐん伸びてしまいます。例えばですよ、このぐらいのがあったとして古葉が要はもうないわけですよね。理由は虫による食害なのか何なのかであると思うんですけど、
こうやってある場合ですね、これをしなければ当然これがまだもうちょっと伸びるでしょうから、その先っちょのところから、来年は今ここの中ですね、ここの中の先っちょのところから来年は芽が出るわけですから、当然これだけ間延びしてしまうわけですよね。だから切らないで置いとくとそうなります。で、一つやり方としてですね、例えばここを1センチかそこら残してこう切るというやり方があります。ただしこれは 100% ではありません。で出ない、私が経験では出ない確率の方が高いかもしれない。出ることもあるんですよ、もちろん。でもあんまりそんなに出てないかな、今までが。だからどちらを取られるかですけどね。じゃあもう一回こうやりますね。こう古葉の内芽があって、うちでよくやるやり方はですね、だいたい葉っぱを 4,5 枚ぐらい残して中芽ですね、ここからポチッと切ってあげる。葉っぱを残して、要はこれを古葉と見立てて、で今切った切り口の脇から新しい芽が、これもでも 100% ではないんですよ。必ずではないんです。ただ今までやってて結構出るのは出ますので、こっちの方が確率としては高いかなという気はします。ただもうこれだけの間延びはもうしょうがないです。ただこれを今こうあった分が、要は来年がここからなるかここからなるかの違いですね。だからもう古葉がないんであれば、本当は古葉があるうちに切ってあげた方がいいんですけど、もう古葉が今現在ないんであれば、早いうちにここがもっと伸びてしまう前にこうやって中芽入れてあげると、ここから絶対って言えないのでちょっとあれなんですけどね、うちではこういうやり方よくやります。そうするとここからまた芽を吹きますのでね。でこの芽をですね、必ずっていうか、確率を上げようとして肥料をどんどん上げる人がいらっしゃるんですね。で、それも効果はあるかもしれないですけど、ただしその後芽がうまいこと出たとしてその肥料が今度は夏以降効いてきますので、2番目に出た葉っぱがわーっと長く伸びる可能性もあります。だからあんまり肥料はですね、ちょっと抑えるか、なんならもう肥料今やってるんだったら止めてもらった方がかえっていいかもしれないです。去年の秋とか今年の春先とか肥料をやってればですね、十分力は持ってるはずですから、無理してだんだん肥料を今から追加すると2番目に出た葉っぱが長くなるということがあるというのだけは覚えておかれた方がいいと思います。だから今古葉がないからっていうことで完全に諦めてしまうのもちょっともったいないですからね。やっぱ当然、ここまで元気がいいと来年ここからっていう話しましたけど、こんだけ間延びするわけですから、それはそれでまたちょっとあれですのでね、ちょっとでもこれだったらこの辺で済むわけですから、だからそういった意味ではちょっと早めにやってみられるといいかもしれないですね。でもう一方のコメントです。これ手が4つ、ててててさん、よければ質問に答えてくれると嬉しいです。下の方の、これ黒松ですね、下の方の場所では芽が結構伸びていて、古葉が1枚もないのですが、これは芽切りしても大丈夫なんでしょうか。芽切りしても芽は出ますか。普通に芽切りをしてしまうと出ない可能性の方が高い。だから先ほどの方と同じで、こういうふうにこう芽があって、今古葉ちょっとですね、古葉がないってことです。古葉がもうないということですから、こういう状態なんで、要はこの状態の時に普通にこう、この付け根からこう切ってあげるとだいたい 1,2 ミリ残してっていうのがよく言われることなんですけど、通常の芽切りはですね、そうしてしまうと出ない可能性が結構あります。
だから、それを防ぐために、芽を出させようと思ったら、大体2つぐらいちょっとやり方があるんだというご説明をさっきもしたんですけど、大体1センチ以下そこら残して切ると。そうするとよく出るとは言われるんだけど、これ私もやったことあるけど、100% ではやっぱないんですよね。だからこういうのを一つやってみられるといいかとは思うんですが、例えばこれが、枝ちゃんとあったとしてですね、古葉が全然ないですよと、こういう時に1センチぐらい残して切るというやり方もあるんだけれども、これは私がやるやり方ですけどね、だいたい葉っぱを4段5段ぐらい残してポチッと切る中目っていうやつですね。こういうやり方を私はよくやります。お客さんのところでやっぱそういうことって結構あるんですよ。古葉がもうついてないという状態がですね。でただこの芽の伸びがあんまりよろしくないちょっとあれですけど、あまり元気がない、勢いが良くないっていうんであれば無理して芽切りをしない場合もあります。古葉は全くないんだけど、でその時には前にも説明しているように葉っぱの数をちょっと減らしていきます。でこの長さも短くしてこういうふうな状態で、1年乗り切るというやり方をする場合もあります。である程度伸びるんであれば、もうさっき言ったように中目途中にだいたい4段5段ぐらい残して切るというやり方ですね。こういうやり方を、うちではよくやります。これもでも絶対ではないんですよ。たまに出ない場合もあるので、必ず出ますよと本当は言ってあげたいんですけど、その方が安心するでしょうから言ってあげたいんだけど、絶対ではないっていうのだけは覚えておかれた方がいいですね。これ大内さんです、はい、今朝の動画、いい曲の入ったミニ山もみじです。石好きならもっと素敵ですやっぱり石につけてみましょうかねはい。で次、さっき答え言ってもらったんですけど、これジャッキーさんって方です。主軸の根っこ半分カットされた分葉を落とすのは分かりますが、全部落として葉緑素は取り入れなくても大丈夫なんですね。新たな新芽は出てくるってことですね。出てますはい今のご質問で、あれですけど、ちゃんと葉出ますので、その辺は心配なされなくても大丈夫かなとは思います。実際出ております。ただ先ほど最初にも言いましたけど、これに関しては枝に針金巻いてますからね、その分負荷をかけてるのでちょっと遅れてはいます。でも着実に葉っぱが出てきてますので、というふうにお答えするしかないんですかね。ほぼ毎年のようにこういうことをやってますので、大丈夫だと思います。ちなみに、出なかったこともあるんですか？ないです。全葉刈りないです。ないですね。じゃあ大丈夫と。ただしやる時期時期がもうずっと遅ければ出ないこともありえますよ。ただその際にもう芽が吹かない、全くちょっと吹かないなと思った時に完全に諦めてしまうのは早いので、よく芽見てあげてください。ちゃんと次の年の芽を準備している場合がありますので、そうすれば一旦要はだから眠ってしまうわけですよね、木がですね。そんなもんですか？あります。それで今年出なくて来年年明けて、2月3月頃にまた芽を吹くということもありますので、それでもう完全に捨ててしまうのはちょっとあれなので、よく観察してあげた方がいいです。ただもみじに関して言えば、それこそ、8月ぐらいでも全然葉刈りをすればまた全部出ますので、去年は9月ぐらいにもしたのかな。で楓なんかでもそうですけど、お客さんでもいらっしゃいますけど、春葉っぱが広がったら葉っぱが開いたら全葉刈りをして、でまた2番目が出たらまた全葉刈りをしての繰り返しを9月ぐらいまでずっと何回もやるという方もいらっしゃいました。でそれはなんでそんなことするんですかって聞いたら、葉を小さくしたいということをおっしゃってたんですけど、でも
頑張ってそうやっても来年出てくるの元の葉ですからね。だからまあ最初に作る段階から葉はちょっと小さめのやつを小葉性のやつを探すといいかもしれないですけど、ね、これはもうどうしても人間に性格があるのと一緒でもともと持ってる性質なので葉のでかいやつはやっぱでかくなります。あとはその肥料の効かせすぎも葉はちょっとやっぱ大きくなったりもしますからね。特にもみじとか有楽葉樹に関しては大量にドサッとやるんではなくて少量ずつをずっとこまめにやった方が、まあ、枝枯れも少なくて済むと思いますし、まあ、もみじなんかは枝枯れあって当たり前って言われるぐらい本来枝枯れはするものなので目に見えないところで結構ポチポチ1つ2つ枝枯れしていったりするのはよくあることなので、まあ、その代わり、胴吹きもたくさんするんですけどね。まあそういうのをちょっと少しでも、抑える意味でも少量ずつをずっとやっていった方がいいかもしれないですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。